BTS や韓流アイドルファンにはおなじみのブライブ。アーティストとリアルタイムで交流でき、ブライブだからこその自然体な韓流アイドルが見られるのが醍醐味ではないでしょうか。言葉はわからないけれど、リアルタイムでつながっているという感覚が特別な気持ちにさせてくれます。BTS も誕生日やカムバやコンサートの前など、イベントの大小にかかわらず、ブライブの配信をしてくれるので、イベント前はいつ通知が来るかワクワクしながら過ごすアーミーも多いことでしょう。さて、今回はそんな人気コンテンツブライブでの過去のライブ配信を振り返ってみたいと思います。BTS7 人がブライブすると面白い。そんな人気コンテンツブライブの中でも7人揃っての配信はそれぞれの個性が発揮されていて楽しいですよね。新曲発売のタイミングで7人でライブ配信をするのですが、配信時のファッションや髪型などビジュアルのクールさに心奪われるのはもちろんのこと、彼らの掛け合いがとても面白いのです。やんちゃな男の子7人といった感じで無邪気で和やかな時間が流れます。またライブ配信ならではの予期しないハプニングやネタバレ的発言に慌てる様子なども視聴者の笑いを誘いますよ。BE アルバム発売記念ライブ配信。シュガ復活で7人勢ぞろい。BE は大ヒットしたダイナマイト後に発表されたアルバムで、ダイナマイトやディジーズといったテンポの良い曲や癒しの曲となるライフ、ゴーズ、本が収録されています。また、肩の手術を終えたシュガが復帰して、久しぶりに7人揃ってのライブ配信でした。全員が一人ずつゆるい感じの自己紹介をしてライブ配信スタート。自己紹介なんてしなくても見ているアーミーは分かっているだろうと思ってしまいますが、それでもそこから始めるのが BTS らしいですよね。アルバムの話やシュガのリハビリの話、アーミーからのオッパ、ボラへ、ユンギ、結婚してのいつものコメント。ユンギ、マリー、ミーのフレーズは、もはや BTS とアーミーの間では定番ネタと言ってもいいでしょう。そして定番の BE であいうえお作文などをしながらワイワイと和やかに配信が進んでいきます。この時シュガは親知らずの抜歯後で、前日のリハビリは口から血を流しながら取り組んだと話しました。その時、後ろでイチゴを頬張っていたテテの口からイチゴ汁が飛び出して、そうそう、このくらい口から血が出たんですよ、と冷静に言うシュガ。生配信で口からイチゴ汁を出すアイドルなんてなかなかいないですよね。しかも、テテは手についてしまったイチゴ汁をジンのシャツで拭くという荒技を繰り出し、ジンは唾つけるなよ、と立ち上がって抗議します。過去の動画でも、テテがジンのシャツで手についたキムチスープを拭くシーンがありますが、いくつになっても関係の変わらない2人が可愛いですよね。キムチ汁の様子は、テテ、ジン、キムチ汁で検索すると、2016年12月29日の YouTube がヒットするので検索してみてください。日本でのコンサートの合間の出来事だったようで、日本語を話すジンとテテも見られますよ。そして相変わらずといえば J-HOPE がアルバムの放送を開ける方法を見てください。なんと歯で開けているんです。初めて見たときは小学生と思いましたが、もはやおなじみの光景となっています。配信は進み、30分を回った頃から前列にいる RM、ジョングク、シュガ、ジミンがシュガのリハビリについて話している後ろで、なんだか J-HOPE がもじもじ動き出すのですが、どうしたのでしょうか。J-HOPE が小声でジンに何か話しかけた後、もうお尻が痛いよと言って立ち上がり、続けてジンもお尻が痛いよ、お尻にズボンが張り付いているよと言って立ち上がり、さらにテテは
僕は、もう、お尻の感覚がありませんと笑いながら立ち上がりました。ジミンが J-HOPE の座っていた椅子を持ち上げて、彼らがジミンの顔くらいの小さな椅子に30分以上も座っていたことを見せてくれました。配信中、お尻の痛みに耐えながら座っていたジン、テテ、J-HOPE を想像すると、クスクスと笑いがこみ上げてきませんか？格好をつけずに、面白おかしく人間未満載で配信してくれる彼らに親近感を覚え、その距離感がさらに BTS 沼へとアーミーを誘います。そして最後に一人ずつコメントをして終了に向かうのですが、 RM のコメント中に後列のジンとテテが RM の動きを真似してニヤニヤしています。それに気づいて含み笑いのジミン。どこまでもいたずら好きな様子が可愛いですね。メンバーに真似され愛されるリーダー RM。最後のコメント中だというのに、何やらビニール袋をいじり続けている J-HOPE。みかんを食べ続けるシュガ。ゆらゆら揺れているジョングク。一緒だけどとにかく自由な感じが、彼らの魅力をさらに引き立てています。待望の新曲発表ライブ配信。バター。フォークの冠で大騒ぎ。全世界で大人気となったバターですが、ビジュアル炸裂しているこのポスターは圧巻。BTS はよく知らなくても、ダイナマイトとバターは知っているという方も多いのではないでしょうか。キャッチーでテンポの良い楽曲にハマるのはもちろんのこと、彼らのビジュアルにも釘付け。さて、そんなバター発売記念ライブ配信について見ていきますが、今回も自己紹介から始まる律儀な BTS。そして発売までの間、ネタバレしないようにずっと我慢していたバターをやっと歌えると言って、勢いよく全員で歌い出したり、MV を振り返ったりしながら盛り上がります。この放送で、アーミーがまず気になるのは、ジョングクの眉ピアスは本物なのかということ。現在はしっかり本物の眉ピアスが開いていますが、この時はどうだったのでしょうか。ジョングクはアーミーの質問に、眉ピアスはお試しのシールであると説明し、実際に剥がして見せてくれました。その剥がしたピアスを見て、シュガがジンタンみたいだね。僕のお父さんがよくジンタン食べてたとコメント。まさか BTS の口からジンタンという単語が出るとは思わず笑ってしまいますね。その後、ジンのわざとらしい振りから引き抜いたジェンガに書かれているミッションをメンバーたちがクリアしていくというジェンガミッションが始まります。そしてジェンガをするためにテーブルの上を片付けようとする RM。ぎこちない手つきでテテに手伝ってと依頼すると、テテはポテトを食べながらヒョンは何もしないでと言ってさっとテーブルの上を片付けました。破壊神 RM に対する扱いがいつも通りの雑さで笑いを誘いますね。テテの行動により RM が何も壊したり倒したりしなくてよかったなと思ったアーミーも少なからずいたのではないでしょうか。ジェンガミッションはバター色のマニキュアをジミンが RM の新しいズボンに巻き散らして大慌てしたりなんかしながらワイワイと進んでいきます。そしてテテの罰ゲーム3種類のスクショの際にはメンバー全員で1、2、3、チャカと声を揃えてカウントしていて、その息のぴったりさがとってもキュート。そのカウントに合わせてテテが決め顔をし、世界中のアーミーが短い時間に3パターンのテテをカメラに収めました。配信開始から30分後、テテの髪型が可愛いと、アーミーからもメンバーからも注目の的になります。メンバーたちがテテの髪をもふもふ触り始めたり、アーミーからはブロッコリーみたいとかボブおじさんみたいといじられたりして、メンバーもテテも大笑いです。そして
テテの隣に座っていた J-HOPE が、フォークを刺さないと、と言って、テテの髪に黄色のフォークをサクッと一刺し、テテの後ろに座っていたジョングクが、こんな面白そうなことに食いつかないわけがありません。次から次へと、ジョングクがテテの髪に黄色のフォークを刺していきます。ジョングクの手元にフォークがなくなったところで終了かと思いきや、なんとスタッフさんが新しいフォークを J-HOPE に渡しました。手を叩いて面白がる J-HOPE に受け取ったフォークの包装を生き生きとした表情で開けるジョングク。面白いおもちゃを見つけた子供のようです。そんないたずらを横目に、みんなに締めのコメントを促し進行していく RM。みんながコメント中に、テテの頭は黄色のフォークでできた王冠をかぶっているような状態になりました。そして最後は全員が頭に1本ずつフォークを刺して配信は終わりへと向かっていきます。ジンが真面目にコメントしているのにジェンガを放り投げている RM。パタパタうちわを仰ぐ J-HOPE。お菓子をパクつくジミン。キョロキョロしているテテとジョングク。中央で石のようじっとしているシュガ。みんな、人のコメントは聞かないよね、というジミンの一言で爆笑。やっぱり、最後まで自由な7人に見ている方も癒されます。それでも、最後の最後は、バターバターババター。と、声を揃えて、息の合った挨拶で終了しました。まとめ。BTS7 人ならではの自由さと息の合い方は、ブライブでしか見られない姿ではないでしょうか。また、タイムリーに、アーミーのコメントの反応をしてくれるのも嬉しいですよね。ハングルがわからないからと諦めずにコメントしたら、BTS が反応を返してくれるかもしれませんよ。今後の彼らのライブ配信も要チェックですね。